所有しているガジェットのアップデートって好きですか？私は自分が持っているガジェットだとイライラしますが、持っていない製品だったら嬉しくなっちゃいますね。まあ、買うタイミングがわからなくなってモデルチェンジしたりしますけどね。さて、今回の動画は先日リリースされたアンバーニックの新製品 RG35WX プラスです。このモデル、2022年末に発売された RG35WX のマイナーアップデートモデルで、性能の向上だけではなく、細かな筐体部品の変更などもされています。パッと見た感じは旧型筐体に見えますけど、実機を確認してみたらかなり変更に手が入っていましたよ。そんなわけで、旧型との違いや性能についてなど見ていきたいと思います。WX プラスの外箱は RG ナノのパッケージと共通デザインですね。ただ、蓋の船外レストはナノの方が金色に光って豪華でした。付属品はいつもの構成で、充電用の USB-C ケーブルに、おなじみのガラス製のスクリーンプロテクター。英語と中国語で記載されたマニュアルです。全部を並べるとこんな感じ。まあ、いつも通りなので、特別に解説することはないかな。外箱と付属品は以上となります。まずは、ざっくりとスペックについて解説します。黄色の文字が旧型との変更点です。注目の性能面ですが、CPU がオールウィナー H700 になりました。このチップは RK3326 と同程度のパフォーマンスを発揮するそうです。あと、メモリーが旧型で 256MB だったのが 1GB に大幅に増量しました。さらに、バッテリーが 1100mAh 増加。旧型だと約6時間の連続稼働でしたが、約8時間の駆動が可能になりました。本体サイズはほとんど同じなんですが、厚みが 2mm 増えて、重量も 200g 増加しています。あとは、旧型と同じスペックで、デュアル SD カードスロットを搭載して、Wi-Fi、Bluetooth 接続や、ミニ HDMI による外部モニター出力にも対応しています。カラーバリエーションは、グレー、ホワイト、クリアブラックの3色。グレーは、旧型と同じで、ホワイトとクリアブラックが新色になります。さて、本体を見ていきましょう。ファンクションキーと、スタート、セレクトボタンの位置が、微妙にずれてレイアウトされて、かなりデザイン的に良くなりましたね。本体左側にボリュームボタン、右側に電源ボタンにリセットスイッチ、下側にデュアル SD カードスロットです。上部にミニ HDMI ポートとインジケーターがあって、下部にイヤホンジャックと USB 充電ポート。背面はショルダー4ボタン。旧型と異なり、刃の字のアングルがつきました。また、ネジ止めのバッテリー蓋に変更されて、バッテリーが取り外せるようになりました。旧型と比べるとこんな感じで、操作部の見た目が良くなってますよね。手に持った感じ、サイズの違いは感じませんし、重量もわずかに新型が重いかなぐらい。むしろ、塊感が向上して、質感も上がった感じです。背面の形状の違いはこんな感じで、ショルダーが刃の字で操作性の改善しています。また、バッテリーサイズの違いも確認できます。ボリュームボタンの形状もこんな感じで、新旧で異なりますね。各ボタンとインターフェースの位置は旧型と同じなんですが、ショルダーボタン、バッテリー蓋だけでなく、ファンクションキーの出っ張りが抑えられていたり、ボリュームボタンも形状の違いなど、マイナーアップデートとは言いづらいほど、筐体自体もかなり手が加えられています。見た目、
質感が良いし、筐体の完成度は上がりましたね。好印象です。RG35WX プラスの見た目の印象は RG353V に似ています。サイズ感は映像の通りとなりますが、どうですかね？デザイン的には RG35WX プラスがシンプルで個人的には好きです。そしてライバルのミオミニプラスと比べるとサイズ感はこんな感じになります。どちらも良いですね。見た目はミオミニプラスの方が個人的には好きかな。ホールド感や操作性は RG35WX プラスの方が圧倒的に良いですけどね。さて、パフォーマンスについてですが、旧型はファミコンから初代プレステまでって感じでしたが、新型は PSP、ドリームキャスト、任天堂 DS などの実行が可能になりました。実際にテストしてみたんですが、これが思っていたより良い感じです。PSP、ドリームキャスト、任天堂 DS、私がテストしたゲームタイトルは良好動作です。搭載するチップセット H700 は RK3326 と似たような性能らしいですが、同チップを搭載したゲーム機よりも体感的にわかるぐらい快適です。標準のファームウェアにレトロアーチでテストしましたが、今後の OS アップデートやカスタムファームウェアがリリースされたらかなり楽しそうです。ただし当たり前だけどアナログパッドが必須のゲームはプレイができません。まあ外部コントローラー接続すれば遊べるけどちょっと違うよね。でも性能に余裕があるのでレトロエミュレーターとしてはコスパ的にも良いゲーム機なんじゃないかと思います。スクリーンの品質は低価格な製品にしては良質な表示です。発色も視野角も問題ないですが、最大輝度は5段階で少し暗めに感じました。スピーカーはフェースの右下、モノラル仕様ですが、最大音量は十分で音割れもしません。意外とクリアな音が出ます。ゲーム用としては良い感じです。ただし、音量を上げると少し広域が耳障りに感じるかもです。本体のホールド感ですが、縦型機種なので窮屈だし良好とは言いませんが、多くの縦型コンパクトモデルの中では保持がしやすいサイズと形状です。十字キーと ABXY の操作性は旧型と変わらないと思います。個人的には微妙に硬めな押し心地ですが、操作性は良好です。クリック感、反発も適度で良いと思います。ただ、先日レビューした RG アークの丸型スティックが良すぎたので、いまいちに感じちゃってるんですよね。でも、このモデルを丸型にしたらデザイン的に変だもんね。ショルダーボタンは明らかに旧型よりも操作性が向上していて、L2、R2 は指の感触で認識がしやすく、高さもあって直感的な操作が可能です。大きな欠点がなくて、完成度は高いレベルに仕上がっていると思います。最後に、オリジナル OS についてですが、シンプルなので、初心者の人にも扱いやすいです。日本語にも変更は可能ですが、微妙に変なので修正してほしいですね。あと、ゲームルームと RA の2種類のメニューがありますが、ゲーム起動はどちらからでもできます。ただ、RA、レトロアーチの方が詳細設定ができるので、RA メニューから起動する方がおすすめです。デフォルトでも使い勝手はそれほど悪くないですが、今後のアップデートやカスタムファームウェアのリリースがあれば、システムいじくるのが好きな人にも長く楽しめる機種になりそうです。アンバーニックの新製品 RG35WX プラスを確認しましたが、
いかがでしたかね？最後に私の感想ですが、新型と言っても良いほど、性能、筐体の改善がされていて、デザイン、質感が良い、完成度の高いモデルだと感じました。低価格な縦型のコンパクトレトロハンドヘルドの中で、個人的に一押し機種です。公式ショップリンクを概要欄でチェックしてください。アナログパッドが不要な人にはおすすめですよ。はい、そんな感じで、今回の動画は以上となります。チャンネル登録、評価やコメントをお待ちしております。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、またね。バイ、バイ。